どうも皆さんこんにちは。スネイルサンドラボウィークリー 5回目。今回はちょっとまた別でリクエストがあった FX っていうか、楽曲に使うドラムの音色の名前だったり、そのエフェクトの名前、いろんなものがありますけど、シューって音がするようなものだったり、バーンと音、これなんて言うのっていうので、探しやすいようにちょっと用語解説的なところでやっていきたいと思います。でまず、皆さんご存知キック、このキックという音色、これこういう長くても短くても長くても短くてもこういう風に長くてもとりあえずキックっていうのはなんていうんですかね、リズムの軸になるような一番下の、低いものになってます。キックとかバスドラム、キックバスドラム、英語だと多分ベースドラムとか結構呼び名はあるんですけど、こういう風に大体リズムの根幹になる一番下のベースと同じような帯域が鳴っているドラムのことをキック、ベースドラムって言います。これはドラムで足でやるキックから来てます。で、次にスネア。これはトラップとかヒップホップでよく使われるスネアですね。あとはこういうね、スネアだったり、あとはこういうまたヒップホップで使われるようなスネアだったり、かなりバーンってなったスネアとか、こういうのも、スネアはキックと違ってやっぱちょっと別の、キックが1拍目とか3拍目とか表のものに来ることが多いのに対して、スネアは裏拍に来ることが多くて、1小節の中の2拍目と4拍目に来ることが非常に多いものになってます。で、スネアなんですけど、これクラップっていうまた別のものがあって、ここにこれは同じような役割をする別の種類の音色があるんですね。こういうこれどこが違うのって思う方は、スネアはクラップよりも低音が出ていて、もう少し叩いてる感の強い音色。クラップはその名の通り、手を叩いてる感の強い音色がクラップになるので、それは結構やってくると、これはクラップ、これはスネアってわかると思うので、それはちょっと置いておきます。で、次に、ハイハットって皆さんご存知、この4つ打ちとかの音楽の時のチツチツチみたいな部分なんですけど、それの、最初のチっていうちっちゃい部分、これを連打したりもしますけど、これちっちゃい短いもののことをクローズドハイハットと言います。本来は、実際に、ハイハットってものを叩くときに、ハイハットを閉じた状態で叩くとこの短い音色になるので、クローズドハイハットって呼ばれてます。で、これもエレクトロニックっていうか、電子音楽の中でも短いものはクローズド、長いものはオープンっていうように言われてます。例えば、これはオープンハイハット。これもオープンハイハット。これもオープンハイハットっていうことで、ハイハット。そのハイハットとかクラッシュシンバルって呼ばれるシャーンってやつとか全部含めて、シンバル系と呼ばれます。全部包括して、シンバル系のドラムっていうのがあるので、それも覚えておくといいかもしれません。で、そのシンバル系の中のクラッシュ。こういう風に電子音楽的にすごくエフェクトがかかった長いものもありますけど、こういうのも、全部、クラッシュ系って言いますか、クラッシュシンバルっぽい音が鳴ってたら全部クラッシュって思っておけばいいと思います。次に、これは、スナップです。スナップっていうのは、指をパチンってする、音の、例えばこういう感じで、指がこうなってる感じの音のことをスナップって言います。次、タム。TOM、トムと書いてタムって言います。これは、フィルインっていう、フィルインと呼ばれる、例えばここら辺にある、こういうところで鳴っているフィルインと呼ばれる、その次の展開に行く時のつなぎのような役目のドラムによく使われている音色になります。これは、この電子的な音でも、タムっていうので、これは経験で結構覚えていくのがいいと思います。これはタムで使える、これはタムで使えない、など、いろいろ。キックとの違いは低音が出てないっていう、あんまり低音が出てないっていうところですかね、おそらく。次は、こういう、そう、こういう音。
これはカウベルって言うんですけど、他の音、こういう名前が分かりにくいものに関しては、基本的にパーカッションという名前でまとめられていることが多いです。サンプルパックには。なので、キックスネア、シンバル系、例えばライドシンバル、後で説明しますが、ライドシンバル、クラッシュシンバル、ハイハット、オープンハイハット、クローズハイハット、タム、スナップとか、そういうのでカテゴライズできない音色っていうのは大体パーカッションというところに入っているので、それも覚えておくといいと思います。パーカッションはね、大事なので、次に、これもパーカッションですね。こういう低いパーカッションでも、高いパーカッションでも、パーカッションとしてまとめられることが多いと思います。次。これはシェイカー。そうですね。この中にも名前はあるんですけど、パーカッションとしてまとめられることも多いです。これも。シェイカー。シェイカーはこうやって振るものですね。ここにあるこういう、シャカシャカシャカってやつ。これ系の音はだいたいシェイカーというところかパーカッションに入っているので、これも覚えておくといいかもしれません。次に、ドラムからちょっとエフェクト系の説明に行きます。エフェクト。まずは一番有名なのがインパクトですね。これは、曲の展開の最初にドーンって入れて、ここで展開が変わったよっていう効果が得られる。こういうすごいバーンって音ですね。で、これにスイープといって、効果音が鳴る、本当の効果音が鳴る直前にちょっと前置きがあるのがスイープがついたインパクトって言います。ただ、こういうのも大体インパクトっていうのの中に入っているので、あんまり気にしなくていいと思います。こういう風に。で、これはエグゾーストって言うんですけど、こういうのは大体インパクトか、後で説明するスイープというものの中に入っているので、大体インパクトかな。あんまり気にしなくていいと思います。次。サブドロップ。これはサブベースっていうのは多分皆さんご存知だと思うんですけど、サイン波の一番下の方になるブブーっていう何も倍音というか、濁りのないベースのことなんですけど、それを下にピッチを下げていくことによって得られる、ブレイクに入りましたよ感とかそういうのを出すときに使われるのがこのサブドロップというものになります。こういう風に、下がっていく。あと、下がっていく。これはサブドロップと言います。これは調べるときに多分便利なので覚えておくといいかもしれません。次にスイープ。これおそらく一番大事なんじゃないでしょうかね。これはブレイクからビルドアップにかけてよく流されることが多い、スイープアップというものになります。これはスイープの中でも上がっていってるのでスイープアップっていう感じです。このこういう音ですね。上に上がっていく音のことをスイープアップと言います。次にスイープダウンですね。そしたら今度は上から下に下がっていくのでスイープダウンになってます。スイープダウンもう一つ。そうですね。これが多分この2つが一番僕は使う数多いかと思います。スイープが。多分みんな割と電子音楽系作ってる人はスイープはかなりの数使うと思うので、覚えておくといいと思います。次に、ここら辺は割とそんなに大事ではないというか結構限られた時に使うものなんですが、テープストップというエフェクトがあります。これは楽曲を再生している時にテープを止めた時に、ってテープが止まるような音を再現したエフェクトになってます。で、次に、最後、バイナルスクラッチ。バイナルっていうのは、円盤、レコードがビニール質でできているので、英語のビニールからバイナルっていう名前になってます。英語でビニールはバイナルっていうので、それをスクラッチした時の音が、こういう風になっているので、これ違うわ。こういうのはスクラッチで調べたら出てくるので、これも、おすすめのエフェクトというか、パーカッションというか、ちょっとこのスクラッチはフィルっぽいですけど、ぜひ、これで調べてください。あとはグリッチですかね。
グリッチパーカッションと呼ばれるもので、ほとんどの場合パーカッションっていうセクションに入ってるんですけど、グリッチって言って分かれてることも多いので、こういう風に、電子のノイズとか、そういうなんかブチブチブチってした音とかをわざわざパーカッションとして使うものになってます。あとはグリッチのエフェクトって言って、D Blue グリッチっていうプラグインがあるんですね。昔の。で、今 D Blue グリッチ2なんですけど、それのエフェクトをかけたこともグリッチっていうので、なんかグリッチって聞いたら結構なんかバグった音みたいな感じだと想像してもらえればいいと思います。いかがでしたかね。今回は割とサンプルパックの中に入ってる電子音的な、電子音楽をやる人たちに必要そうなエフェクトの名前をちょっと集めてみました。これが役に立てばいいんですけども、多分かなりご存知の方も多いとは思うので、もしね、これ全部わかるよっていうんでも、いろいろこういうのの名前が知りたいっていうのがあれば、またなんかリクエストしていただければと思います。ね、じゃあとりあえず今回は終わりで、これからちょっと日本人の音ゲーのアーティストの方々にも今いろいろ声をかけてるところなので、これからもよろしくお願いします。詳細が決まったらその人のこともいろいろ言うとは思いますが、これからも支援よろしくお願いします。ではありがとうございます。